はい、どうも皆さん、こんにちは、ゆうすけです。今回は私の、ちょっと最近気づいたことについて話したいと思います。皆さん知ってると思うけど、英語勉強してるじゃないですか。でそれで、TOEIC っていう英語の試験を受けたんですよ。で、それが本当に3週間前ぐらいで、先週に結果が返ってきて、で、リスニングの点数が返ってきたんですけど、495点中485点だったんですよ。もうほぼ満点みたいな感じでした。どんなテストかって言ったら、ビジネス英語のテストなんで、なんかビジネスの話、例えばリスニングの問題だったら、その会議の、予定の変更とか、退職パーティーの準備の話とか、あとは工事をするときに必要な道具を購入するとか、何でもあるんですよ。そういうビジネスっぽいシーンで、そういうのリスニングでもうほぼ満点近い点数を取れたっていうことで、正直マジでびっくりしました。で、なんでかっていうと、リスニングの勉強一切してないんですよ。ゼロ。何もリスニングの勉強してない。でも、英語は話してたんですね。だから、レッスンで話したり、あとは、その海外に友達がいるので、その人たちと喋ったりするじゃないですか。そしたら、もう本番受けた時にめちゃくちゃ簡単に聞こえて、で、別に勉強せずとも点数を取れたっていう話で、このことについてちょっと深掘って話していきたいんですけど、もともとその TOEIC を昔やった時に、その一回300点ぐらいから450ぐらい、いやそんなじゃないな、300から420点ぐらいまで上げたんですけど、この時はずっとシャドーイングをしてたんですよ。シャドーイングで、また今度他の動画で話したいと思うんですけど、シャドーイングってマジで最強な方法なんですよ。もういろいろ言われてると思うんです。シャドーイングが悪いとか良くないとか意味がないとか。でもそれはやり方がちゃんとできてないだけで、ちゃんとしたやり方でやればシャドーイングってめっちゃ効果出るんですね。で、私が実際2ヶ月シャドーイングを続けたところ、点数が420点ぐらいまで上がったっていう経験があります。でも、こっからさらに上に上げるのって難しいんですね。皆さん聞いたことあると思うんですけど、10点から90点に上げるのと、90点から100点に上げるのって同じぐらい大変なんですよ。そう。なんでかって言ったら、極めないといけないので、その分野を。だけど今回点数が上がったっていうところで、シャドーイングとか、その試験の対策をしたらある程度は上がると思います。で、それもすごいいいことです。私はそこでめちゃくちゃ勉強してよかったなって思います。ただ、リスニングしてもう9割、95% わかるみたいな。そのレベルに行くためには、もうたくさんインプットしまくって、もう何言われても分かるっていう状態にしないといけないと思うんですね。で、だからこそ今回別に何も勉強せずにずっと毎日英語を話してたら、今回点数として485点取れたって感じですね。私はその代わりリーディングがめちゃくちゃダメなんですけど、もう英語の文章はあんま読まないので、もうリスニングばっか、喋るときに、他の人と会話してるときにその人の会話を聞くっていう感じのリスニングをしてるので、そうなんですけど、This is a quick ad. Don't have anyone to practice Japanese with? We've got the perfect lessons for you. From beginner textbook lessons to real speaking practice, we create a custom lesson that fits your level. What kind of lesson would you like? Tell us in your trial lesson. Book from the description. で、その違いは何なのかっていう、私の今のリスニング能力と勉強してシャドーイングした時のリスニング能力って具体的にどう違うのか、何がこの急激なレベルアップをさせたかっていうところで、スピーキングなんですよ。で、このなんでスピーキングが
私のリスニング能力を上げるかっていうと、そのスピーキングをたくさんするとたくさん喋るので、自分が使えると聞いた時にすぐ分かるんですね。で、これは他の YouTuber の方が言ってて、もうすごく納得したんですけど、その人もシャドーイングの勉強をめちゃくちゃ推してて、で、リスニングするときに人ってどういうプロセスでやってるかっていうのを知ってますか、皆さん。完全ではないかもしれないけど、その人が言ってたのと私もすごい納得して、リスニングってまず音を認識するんですね。音、例えば、お腹すいたって言ったら、お腹すいた、音を一個ずつ取れる。お腹すいた、それともついた、すなのかつなのか。今ゆうすけはすって言ったよねって感じで、音をまず認識できる。意味は置いといて、で音を認識した後に次は意味が来るんです。その音がつながって言葉になって頭の中にイメージが湧いたりする。はい。で3番目、最後の段階として、それが文章となって初めて意味を持つ。文章の意味が出るって感じ。わかるかな？こういうプロセスがあるんですよ。で、面白いのが、人間はこれを一瞬でするときにね、単語の深い理解度で、変わってくるっていう。もっと詳しく言うと、最初の単語、音を認識するとか、意味を理解するとか、この作業が早ければ早い人ほどリスニングが得意なんですよ。意味わかります？だから例えば、じゃあ箸でご飯を食べるって言った時に、今皆さん一瞬で意味わかりました？箸でご飯を食べる。この今すぐ分かったって人は、まずどういうことが起きてるかっていうと、音を取れて、で箸とか、箸っていうのは、ブリッジかチョップスティック、この2通りあるよね。で文章が箸でご飯を食べるだから、ご飯だからブリッジじゃないわってなるじゃないですか。こんな感じなんですよ。だからその音と意味の理解が早ければ早い人ほど、文章の意味の理解に時間を使える、自分の能力を使えるんですよ。皆さんの、私はキャパシティって言うんですけど、キャパシティが10だとしたら、そのリスニングができない人は最初の段階、音を認識する段階と意味を理解する段階、単語の意味を理解する段階でもう8とか9とか10とかキャパシティを使っちゃってるんですよ。だから意味を理解する、言葉をつなげて文の意味を理解するっていうのに頭のキャパシティを使えてないわけなんですよ。わかりますか？だからこの1と2の作業をめちゃくちゃ早くしてほしいんですよ。最初の部分、最後の文章を理解するために。なので私は、シャドーイングっていうのを押したりするわけです。なんでかっていうと、シャドーイングってもう何回も何回もスクリプトを読むので、もうその単語が一瞬で分かるようになるんですよ。単語を聞いてイメージが出てくるようになる。別に自分の言語に訳さなくてもいいし、一瞬で分かる。それができるのがシャドーイングなんですね。で、そのスピーキングもそんな感じで、シャドーイングとは違うんですけど、たくさん喋るじゃないですか。で、前も動画で話したんですけど、検索機能っていうのが強くなるんですよ。検索機能。検索っていうのはネットで検索するとかの検索です。つまり頭の中で自分の知ってる単語を探すんですね。例えば take a photo って言いたい時に、例えば take って撮るだよね。写真を撮るってなってたらもう遅いんですよ。でもこれって別に最初、単語帳で勉強したらこうなっちゃうので、またいっぱい話してるとこの写真を撮るって何回も言うんですね。だからそれ前やったわ、写真を撮るだって一瞬で出てくるようになる。これを何回も何回も繰り返すと、もういちいち take a photo って考えなくても写真を撮るって出てくるようになるんですね。検索が早くなる。要するに頭の中にいっぱい単語が入ってるじゃないですか。その引き出しが早くなる。その引き出しがスムーズになるって感じ。わかりますか？イメージ。そうするとあまりその頭のキャパシティを使わなくていいので、だから意味理解に頭のその能力を使えるって感じですね。わかりますか？はい。
だからイマージョンラーニングもその一語わからないぐらいがいいって言われてるんですよ。なんでかっていうと、他の単語がわかる i プラス1、他の単語がわかるやつやったらそのキャパシティをわからない単語1個に避けることができるんですね。だからこのわからない単語は何だろうなって他の単語とかから予測して文脈から予測したりできる。だから頭の中に強くイメージが残るっていう感じです。だからこのキャパシティの考え方っていうのはかなりおすすめします。私がこれを知った時はなるほどなって思ったし、私が成長した理由っていうのも説明できるかなと思いました。はい。今回の動画はここまでです。ごめんなさい。めちゃくちゃ多分早く喋っちゃって。でも今回はどちらかというと、内容を伝えたいのにフォーカスしたので、この内容を大切にしてほしいかなと思います。で、シャドーイングの方法もまたいつか動画にできたらなと思います。はい。また次回の動画でお会いしましょう。じゃあね。